サルベ皆さんこんにちは。イタリアドイツガイドの萩原です。今日はですねちょっと久しぶりにローマ美術探訪のですね2回目をちょっとお届けします。僕はですね今トラステーベルというですね、地区に来ています。向こう側のですね塀を越えるとテベレ川があるということで、今回ご紹介するのはですねこの僕の背にある邸宅ですね。こちらちょっとね逆光で見れないかもしれないんですが、ビラ・ファルネジーナというですねこの字型をした、典型的な、ローマルネサンスの、代表的なビラになるわけですね。近世と調和が取れた邸宅ということで、この邸宅を建てたのは1466年に生まれたアゴスティーノ・キージと呼ばれるトスカーナ地方シエナで生まれた商人の息子になるわけなんですね。父は銀行を営んでおいて、小さい時から彼の父のですね教育を受けて、20歳にはもうすでにローマで会社を立ち上げた。そして特にですねローマ近郊のトルファというところで採れる明板の採掘権、独占権を得ていたわけなんですね。明板というのは川なめしとか、沈殿材とか消火剤、防火剤として使われていて、すごく需要があったということで、それによってアゴスティーノ・キージはヨーロッパで随一の富豪になるわけなんですね。着工したのは1506年4月の22日、当時は吉兆と呼ばれる日だったんですね。というのはローマの建国記念日、現在はね4月21日になっていますが、当時は4月22日だったわけですね。そしてこの邸宅、お客様の入り口、招待されたお客様がまずここからですね入ってくるということで、ロッジャになるわけですね。ロッジャというのは涼み廊下、もしくは野外空間、半空間ということで、昔はですねここらはガラスはなかったんですが、今はですねこのフレスコ画を保護するためにガラスが貼られているということで、昔はさらにも開放感があったわけなんですよね。特に招待されたお客さんが目を見張ったのはこの天井のフレスコ画になるわけですね。何を描いたかというと、神話、アモーレ、クーピッドとプシュケになるわけですね。描いたのはラファエロとラファエロ工房で働いていた画家になるということで、その物語はここからですね始まって時計回りに展開をしていきます。そして最終的にはこの天井画でクライマックスを迎えるということで、ちょっと詳しく天井画をですね見ていきましょう。人間の王女プシュケの美しさに嫉妬した愛の女神ヴィーナスは、息子のキューピッドに矢を放ってプシュケを醜い怪物と結婚させるよう命じますが、キューピッドは逆にプシュケに恋をしてしまいます。キューピッドとプシュケの秘密の絆を知ったヴィーナスは、他の神々に神と人間の女性が一緒になることは許せないと訴えます。ヴィーナスは黄金の戦車に乗り、ジュピターのもとへ赴き、プシュケを罰するのを手伝ってくれるよう頼みます。神々の使者でもあり、商業の神でもあるメレキュリウスにプシュケを探し出すよう命じます。さまざまな試練をヴィーナスから与えられたプシュケが、女神プロセルピナから受け取った美の水が入った小瓶をヴィーナスに渡します。神々のジュピターはキューピッドに接吻し、プシュケをキューピッドの妻としてオリンポスに迎えることに同意します。神々が一堂に揃い会議をした結果、プシュケは無事に神々に受け入れられ、最終的にキューピッドとプシュケは結ばれ、神々と共に結婚の宴を開き、華々しく終焉します。アゴスティーノ・キージがなんでですね愛と結婚の物語を天井画に描かせたかというと、ちょうど彼はですねこの天井画が完成した翌年にですねフランチェスカ・オデアルスキーというですね女性と
結婚したわけなんですね。天井がもう一つですね、特徴すべきはこのフェストーネと言われている花綱によってフレスコ画が区切られているというのがですね、またこのフレスコ画の特徴になります。約160種類の薬用、観賞用の果物、野菜、葉が絡み合ったフェストーネは、当時としては珍しい新大陸アメリカから持ち込まれた植物もね、描かれています。例えばトウモロコシ、ズッキーニなどもですね、描かれています。このフェストーネ花綱っていうのはですね、古代ギリシャローマ時代からあるもので、当時は祭壇、寺院とかですね、アーチにかけて宗教的献身の印として飾られていました。ということで、これはまさにアゴスティーノ記事の結婚祝い事や祭事との関係性を暗示しています。ロッジャの隣にはですね、昔食堂もしくは待合室として使われていた、お部屋があります。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたジョコンダ、モナ・リザのコピーですかね、バージョンがここには飾られているんですが、このフレージョというのはフリーズ、このお部屋の天井の近くに言われるこのフリーズ、帯状の装飾から名前が取られていて、英雄ヘラクレスの偉業、もしくはさまざまなですね、神話が描かれています。アモーレとプシュケのロッジャの横にもですね、もう一つガラテアのロッジャがこちらにあります。ロッジャといっても閉じられているんですが、昔はここは開放感というか涼み廊下になっていたわけなんですね。さっきと同じように。ただ後の邸宅の購入者によってこちらが閉じられてしまったということで、あまり開放感はありません。こちらもですね、素晴らしいフレスコ画が描かれているんですが、まずは天井画の方を見ていきましょう。こちらにもさまざまな神話、そして星座が描かれているんですが、一体何を意味するんでしょうか。左のフレスコ画に描かれているのは、メデューサの首をつかみ剣を振りかざしているペルセウス。右には大牛が引く戦車に乗ったニンフのヘリケが描かれています。彼女は後に大熊座へと姿を変える星座ということで、ペルセウス座と大熊座という意味なんですね。どういうことかというと、1466年11月29日午後9時半、アゴスティーノ・キージが生まれた時、シーナ市上空の天の守護戦士上、つまり自覚を測る時の基準の位置にしていたのがこのペルセウス座と大熊座ということで、これは彼の出生と関係していたんですね。そしてですね、注目すべきフレスコ画がこちらにも描かれているんですね。こちらベネチアの画家セバスティアノ・ピオモが描いた一つ目の巨人ポリフェーモになるわけですね。憂鬱な顔ですね、海に視線を向けていて、彼はフルートを持っているわけですね。彼はフルートで何をしようかと思うと、隣のガラテアを誘惑しようとしているわけなんですね。そしてこのガラテアの勝利を描いたのが天才画家ラファエロになるわけですね。このフレスコ画のテーマは古代のローマの詩人オビディウスの変身物語で、先ほど見た一つ目の巨人ポリフェーモに追われる海の精ガラテアがメインとなっています。登場人物たちの力強く筋骨隆々とした肉体、そしてダイナミズムな動きはミケランジェロの影響を受けつつも、ラファエロ特有の繊細さと筋性感によって柔らかさが加わり、人物は優雅で自然な雰囲気を帯びています。赤い布をまとった穏やかな表情をした海の精霊ガラテア、そして青い海の景色、鮮やかで絶妙なコントラストをラファエロは生み出しています。
ガラテアは2頭のイルカを先頭に少年が操る幻想的なホタテ貝型の戦車に乗り、ポリフェームの愛から逃避していますが、絶妙なひねりが効いたガラテアの体はどこか軽やかです。恋の矢を放とうとしながら空からガラテアを見守る3人のキューピッド。雲の後ろに隠れている天使はプラトニックな愛の純潔を象徴する矢の束を持っています。半人半魚のトリトン、海のニンフネレイデは海の力強さと美しさを象徴し、彼らはガラテアを抱擁するかのように囲んでいます。このフレスコ画でラファエロは理想的な愛や美、そしてポリフェーマに象徴される力に対する精神の勝利をたたえ、完璧なる調和、そして神話、宗教、哲学の融合をフレスコ画絵画で挑戦しようとしました。もう一つですね、この部屋には興味深い絵が描かれているんですね。その部屋の奥ですね、見えますかね。右側、若者の頭部がですね描かれているんですが、ラファエルがですねこのガラテアの勝利を描いている際、この仕上がりが気になったある画家がですね、ラファエルが休憩中にこの邸宅に変装して侵入してですね、この絵を見て自分の技量も見せつけたいということで、木炭を手に取って若者の頭部、あれを描いたということなんですね。ラファエルは戻ってきてですね、自分の絵を見られたということで苛立ちを覚えたらしいんですが、そんなに素晴らしい頭部を描けるのは画家しかいないということで、そのままにしたということなんですね。それがミケランジェロだというふうにね言われています。本当はですね、どうやらミケランジェロではなくて、画家のバルタザール・ペルッツィがですね描いたというふうに言われています。この逸話が生まれた背景には、ラファエロとミケランジェロがライバル同士だったということで生まれたのではないかというね言われています。1階はだいたいこういうフレスコが見どころということで、天井画の2階の方にもね、じゃあ今度行ってみましょう。他にもですね逸話があって、さっき見たガラテアの勝利、ガラテアの顔はですねラファエロの恋人マルゲリータであったというふうに言われています。マルゲリータはこのトラステーベル地区のパン屋さんで働いていて、そのパンを届ける際に、ラファエロと知り合って恋に2人が落ちていったと。ラファエロはですねその恋人に夢中になっていたので、なかなかね作業が進まないということで、ラファエロはですねそのマルゲリータをこの邸宅に呼んでほしいとお願いしたわけですね。そうじゃなければ作品を完成させないというぐらいアゴスティーノ・キージに言ったと言われているんですが、こちらが今度はサーラ・デ・プロスペッティーバにねなります。このお部屋はサーラ・デ・プロスペッティーバということで、遠近法ですかね。さっき見たアモール・デ・プシュケのお部屋とですね、連続性を出すためにトルンピューユーダマシエを使ってですね、ここに偽のロッジャを描くことで、この部屋自体も外にねつながっている、外への世界を広がりをですね見せているわけですね。当時のですのでローマの様子がですね描かれていて、重要な資料ともねなっています。ここで1929年8月の29日にアゴスティーノ・キージとフランチェスカが結婚したということで、多くの貴族や教皇もね招待されました。大きな暖炉の上には
火の神ウルカヌスがですね、火事場の様子がですね描かれています。そしてこちらはですね、アゴスティーノ・キージの寝室に、なります。こちらの寝室にもそのフランチェスカとの結婚がですね関係づけられた絵が描かれているということで、こちらにはアレクサンダー大王の物語ですね。アレクサンダー大王が王女ロクサヌに王冠を授ける場面であったり、ダレオス一世ですね、ペルシャ王を倒してそのダレオス一世の母に会うアレクサンダー大王であったり、ペルシャ戦争、これを描いたのはまた同じ同郷のシエナのソドマですね。美しいこの格子天井もぜひ見ていただきたい、こういった宮殿の一部になるんですが、アゴスティーノ・キージはすでにただ結婚の翌年ですね、亡くなってですね、1527年ローマではサッコ・デ・ローマというですね、ローマ略奪強奪というですね事件が起きます。ということで、この邸宅自体も神聖ローマ帝国のカール5世の傭兵ランツ・クネヒトに占領されてしまうということで、その傭兵がですね残したこの落書きが、絵が残っているんですよ。教皇を逃した我々がなぜ笑ってはいけないのかと書かれているんですが、これはローマ略奪の際、教皇クレメンス7世がバチカンの宮殿からサンタンジェロ城に避難したエピソードのことを語っていると言われています。文字だけではなくて、こちら側にもですね、見てください。そのさっき言ったランズクネヒトの描いた落書きですか、この人の顔みたいなのが見えますよね。描かれているということで、これ500年前ですからね、我々の今の現代人が描くような落書きを、絵を描いていたんだなと思うと、なんとなくすごく親近感が湧いてきますよね。邸宅の横にはですね、庭園が併設されているんですが、当時の様子というよりか、約3分の1に庭園は縮小されてしまったんですね。というのは、ルンゴ・テーベレというですね、テベレ川沿いの大きな大通りがですね、19世紀に作られたということで、その当時の様子は、全貌は明らかになっていないと。なので、ラファエロが設計した厩舎などもね、どういうものだったかっていうのがわからないんですが、ある程度再現されていると。特にアゴスティーノ・キージが愛したこういった柑橘系の植物ですねが植えられていて、やはりここでも招待されたお客さんはですね、その珍しい植物などを見て、その彼の富とステータスをね感じていたのではないでしょうか。見てください、ここにも大きなレモンがなっています。そのローマ略奪の後、この邸宅はですね、ファルネーゼ家によって購入された。そして現在はイタリア国立科学アカデミーの所有となっているということで、なのでビラキージではなくてビラファルネジーナ、ファルネーゼから取られているということなんですよね。本当はビラキージの方がね、しっくりくるのではないでしょうか。アゴスティーノ・キージはですね、自分が生きている間、ラファエロにですね、自分の家族、家系、キージ家のための礼拝堂をですね、制作してもらうように依頼をしていたんですね。それがこのポポロ広場にある、サンタマリア・ポポロ教会になります。この教会はカラバッチョの作品があることで有名ですが、その他にもローマルネサンス美術の誕生とバロックの隆盛を知ることができる貴重な教会となります。キージ家のための礼拝堂は教会の側廊にあり、1513年に制作。同じ家系出身の教皇アレクサンドル7世の命令により、最終的な完成は17世紀後半となります。
どこか見覚えがあるという、方もいらっしゃるかもしれませんが、この礼拝堂はダン・ブラウンの小説天使と悪魔に登場し、物語の最初の光の場所として登場します。ラファエロデザインによる礼拝堂にも完璧なる調和が実現され、天使が持つブロンズ製のランプがキージ家をたたえています。そして芸術の最大のパトロンの一人であったアゴスティーノ・キージは、天才彫刻家ベルリーニの作品ハバククと天使の隣で眠り、彼が残したヴィラ・ファルネジーナはローマルネサンスの傑作として今でも色あせることはありません。